本日もよろしくお願いします。どうもお願いします。本日って言っても、同じ日なんですけどね。そうですよね。そうじゃないとなんか2日連続で同じ服着てるのかもなみたいな。そうですね。はい、改めまして野村さんです。どうも野村と言います。はい。よろしくお願いします。ということで前回ですね、なぜ宇宙は存在するのかっていう本の内容の中で私が気になったこと、素粒子に関することであったりとか、物質反物質みたいな話をしてきたんですが、今回はですね、もっとざっくばらんに野村さんのパーソナルな部分に迫っていこうと思います。はい。迫っても多分何も出ないと思うんですね。出たら放送禁止になってしまう。そんなスレスレを生きてらっしゃるんですか。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしく。ではまず早速なんですけど、物理学者になんでなろうと思ったんですか。そうですね、なんてでしょうね、なぜ書家になろうと思ったかですよね。私はなろうと思ってなってなくて、気づいたらなってたっていう人なんですけど。そうですね、結構みんなそうなんじゃないですか。例えば会社員のもちろん真面目に話すと、こういうのが好きだったっていうのはあります。あるけどそれにのめり込んで、オッペンハイマーってちょうど今アメリカで映画出てるんですけど、彼の若い時みたくもう本にのめり込んで、もうみたいな少年でしたみたいな、そう少年の時からなんかこの人はサイエンティストになりそうとかそういう人じゃ多分なかったので、興味はあったり好きでしたよ。だけど人との出会いが結構大きかったんじゃないかと思うんですよ。一個あるのは高校時代なんですけど、高校時代って僕は地元の県立校なので、普通にで、テニスやってたのでそこ難定しかなかったから軟式だったんですけど、ずっと練習ばっかさせられてる。で県立校で神奈川県でベスト4とかまで行ってるんですけど、その、団体とかもうずっと練習してたので成績とかも別に良くなかったんですよ。で今でも覚えてるのがなんかこう模試とか受け出すんですね。高校2年の最後とか一応進学校だったので、物理とかそれなりに自信あったんですけど、なんか7点だったんですよね。むしろ不得意な方だった。これはやばいじゃないかとか、でもちろん高校3年ぐらいで、学年400人ぐらいなんですけど、もちろん100番ぐらいの人だったんですけど、でずっとこう勉強をもちろん始めて、引退するのでやっぱり進学校なので3年生の夏前には引退するんですよ。でその時に物理の先生がいて、で普通入試に出ないこととかやると貧縮なんですよ。やっぱりみんなピリピリしてるし、そうですね。でその先生が相対性理論とか量子力学とか全く出ないわけですよ、入試に。で普通の授業でやってたら単にやばいダメな人なんだけど、それはさすがにやんなくて、そこはちょろっとこう興味を喚起する。でその夏に夏季集中なんとかみたいな、なんか14日連続だから多分ただ働きですよね、今から考えたら。当時は学生としてはそういうセンスないですけど、だから部活の顧問みたいなつもりだったのかな、本人としては好きで。でそれをやってて、しかも話がすごい面白いから、みんな出てるんですよ。だってそれ大事な時期で3年生の夏休みなんてね、もちろん僕も出てて、で結構その本当にこう物理が好きそうとかそういう人じゃない人もバーッと埋まってるんですよ。もちろんちょっとずつ減りましたけど14日ぐらいあったので後半かなり前に話になってた気もするし、でああいうのがすごいやっぱりで、それは具体的な例なんですけど、言いたいことはやっぱり人との出会いっていうのはやっぱ大きかったんじゃないかと。でこれは一つの例で、じゃあもしその授業がなかったら、もう物理っていうのは入試のための一つの理科の科目みたいなイメージだった可能性もありますね。ただ好きだったのでこういう本とかを読んでたりはしたから、もしかしたらこれは不思議なんですけど、世の中ってどれだけずらしても同じとこに行くか、どれだけだからもしかしたら同じとこに最終的には行ったかもしれないですけど、僕の実際に辿ったパスではあれは結構具体的にそうですね、具体的に物理学っていう別のサイエンスに行ったかもしれないですもんね。でもそんなことないか。やっぱり宇宙とかやっぱり相対性理論とかそういうのに興味があったな。もともとからで興味はあったし、面白い話をしてくれるから、よりこう自分の中で具体的にイメージができたっていう、っていう感じじゃないですかね、その段階では。じゃあもう少年時代とかからサイエンスは好きだったんですか。少年時代は覚えてないです。中高横浜なんですけど、小学校の時代は茨城にいたんですよ。だからもう覚えてるのやっぱりこう屋号を取るとか、子供さんのいわゆるちょっと残酷系いやみんなそれは遊ぶので時代虫取ってね、そうカブトムシとかでもいっぱい普通にいますから、なんか後でこういうの売ってるとか聞いた時に衝撃を受けたぐらいの、そこら中にいます。なんか朝
車の後ろにクワガタとかいたりして、あ、そっか、これ売ってるのっていう。そうですそうです。でもそういうのありますよね、私も庭にみょうがが生えていて、で夏になったら大量にこう取ってはお蕎麦とかに入れたりしてたんですけど、スーパーに並んでるのが3つでこんな高いのみたいなのがあって、ね、びっくりしました。クワガタとかもそうなんですよ。大クワガタが高いとか言って、高いらしいですからね。でも大クワガタだけいなかったです。あ、そうなんだ。茨城県にはノコと、ほとんどノコとコクワガタ、コクワとか言ってましたけど、しかいなかったとか、そういう感じの記憶しかないです。だから多分そういう小学校時代だったと思います。で横浜に行ってからじゃあ勉強とかもすごい好きになってきて。いやいや、そんなことないですよ。別に普通です。中学校も荒くれてましたからね。でも進学校には行ったんで、どちらなんですか？中学校は違います。中学校だから、いやいや、中学だから結構あれなんですよ。荒れてたんです。時代がそうなんですけど。中学自体がっていうことですね。で中学はもちろん地元の人が集まってるだけで、セレクションは全くないところなので、時代ですね。なんかこうちょっとズボンが太い、ボンタンとか言って、そうでこう太いほど短々と太いほど権威が高いんですよ。で自分のこう部をわきまえたより太いやつを履いてったりすると、もう囲まれて怠慢とかいうことになって、いや俺本当一回もうシャツ全面血だらけで帰った記憶がありますけど、ね、それはもう分不相応なちょっと弱いくせにやってしまいましたみたいな、そうなんだ、太さが地位に見合ってないとやられるんですね。そうなんやられますで結構ね、なんかやばい警棒とかの振り方をね、こうだから完全な暴力が大丈夫ですか？放送できますかこれ？まあ時代がそうなので先生の車とかね大変でしたよ。だからたまに車で来るともうえらいことになる人とかいて、先生の車ってすぐバレちゃうんですね。いや学校の駐車場でも止めると、だからもうそれでもボコボコにされちゃうなっちゃうんですよ。かわい多分なんか急いでて来なきゃいけなかったりしたんでしょうね。なんか普段はだからやばいから来ないとかいう感じだったので、それで高校はもちろん日本って今でもそうだと思うんですけど、県立でもなんか受験があって、なのでなんかもう少し一応落ち着いた感じで、逆にそこはさっきも言ったように部活ばっかり、テニスばっかりって感じになっちゃって、よく切り替えられましたね。その荒くれ者で端くれながらも、いや僕はそんなに荒くれてないのででもみんな一応やってるからやってるだけ。いやみんなやってた感じですよ。じゃあもうファッションの流行りとしてやっていたんですね。そうじゃないと逆にちょっと少数派ですよね。なるほど。標準服とかいう標準服はもうほとんどやってなかったんですね。でも半分以下だったんじゃないですかね。それはちょっとご多分に漏れず、僕多数派に流されちゃうぐらいの人なのでやってて、でそれちょっとこう加減をミスったと加減をミスったところをちょっとミーハー心でやってみたらやりすぎた時が1回ぐらいあったかなみたいな。でもいろいろあって、で高校はそんな感じで、その後は僕の大学一応東京大学なんですけど、その僕らの代は2人入ったんですけど、僕も一応その中の1人になりまして、で大学時代はまたテニスやってて、そこにはツイッターとかもいろいろ上げているので、また今度は酒しか飲んでないみたいな人になってしまいまして、また漏れずにテニサーというくくりの中でやっていた感じですね。で当時の、今もそうですよね、きっとインカレってそうですね、いろんな大学が入ってるような、で僕もそうで東大の場合駒場と本郷って1、2年と3、4年以降キャンパスが違うので、で大体みんな両方入るので、で一緒にやってる女子大の方だったんですけど、一緒にやってる大学も変わるので、そうすると知り合いも増えるし、っていう感じで大学時代は過ごしてて、また同じパターンですよ。大学4年ぐらいの時に物理学科で大学院入試もあって、そっちの方の人たちとも話するようになって、もう自分の知識のなさに驚愕みたいな、もう何度繰り返してんだお前みたいな学べよおいって感じなんですけど、受験のたんびにそうなんかもうやばいみたいな、足りてないもったいない時間を過ごした俺がみたいな。でもそこからは結構いわゆる研究者に聞くとみんな同じ話をする話に近づきますね。でもそこで必ず取り返せるのがすごいですよね。だって7点取ってた人がちゃんと東大通ってるんですから。いやでもそれはやっぱりね、いろいろ問題あるんですよ。東大模試みたいだったと思うんですよ。多分なぜかいけると思ってたんで、全然その時当時はダメだったんですけど、県立校の授業じゃできないですよ。
っていう歪みがありました。今でもあるのか分かんないですけど、授業内容も全然違うんですよ。その中高一貫の6年生と県立校とかで、最後はギリギリ追いつくから、なんとか勝負になる人はなるんですけど、こんなんできないですよ多分。それはそうですよね。私の出身校も県立なんですけど、最近すごいこう授業形態をなんとか変えて、その中高でやってた人にも負けないようなプログラムみたいなのを組んでるみたいですけど、そうじゃないと多分追いつかないんだと思います。追いつかないと思います。多分いわゆる教科書に載ってるのをやってるだけじゃできないって感じだったので、まあだから俺がちょっとテニスばっかりやって全く勉強しなかったせいだけではないと思うんですよ。あの時代のそういうのはちょっと入ってるとは思うんですけど、県立校だったので受験のテクニックみたいのそんなにやらないじゃないですか。そうですね、やらないですね。でもところが中高一貫で例えば有名校開成とか灘とかの人って大学に入ってからみんなそういうところの友達多いんですけど、彼らもでもテクニックって感じではないですよね。それはそれですごいですよね。本当にだから大学でやるような授業とか、学問っていうかそういう意味ですごい進んでるので、それは彼らは彼らで素晴らしいなとは今になっては思いますけど確かに確かに。ありがとうございます。でまあ人の出会いちょっと言うと、大学院に入った後にその、まあ、入る時からですけど、でそこでやっぱり自分の博士の論文の指導教官に出会って、で彼はまたね非常に素粒子物理に熱意のある人でね、それも相当だから影響を受けましたね。じゃあもうその先生が素粒子の研究者じゃなかったらまた違う分野に興味を持っていた可能性もある。可能性はありますね。でも方向としてはさっきも言ったようにもともとそっちだったんですよ。応用っていうよりはもう基礎的な方に興味があって、他に行った可能性があるとしたら宇宙物理に行ったかもしれないです。ああ、そうなんですね。で素粒子物理と宇宙物理って研究室違うので、で僕はその後結構宇宙を調べるには素粒子使うし、そういう意味で宇宙物理の人が素粒子に転校寄ってきたり素粒子の人が宇宙に寄ったりするので、最終地点は変わらなかったかもしれないですけど、僕もキャリアは素粒子物理で出発したのは多分それは彼の影響が大きかっただろう。柳田先生っていう先生ですが、まあ暴れ者でしたけどねこれ喋ると多分全く何も放送できなくなっちゃうのでそうなんですか。このぐらいで終わりにしておきますが、あらくれ者なんですね。このぐらいでも多分放送された1週間後にクビになってるかもしれないです。本当ですか。やめてくださいよどこ切ったらいいのか分かんなくなるじゃないですか。なんか暴れん坊とか言ったよねみたいないやないと思うんですけど、いやでも結構いろいろと最近研究者の方々と話する機会があって、もう昔の先生たちの主語っぷりはすごいよねっていう話を聞くんですけど。やばいです。本当ですか。やばいです。量もやばいし、量っていうよりね、さっきもちょっと2人でお話ししたんですけど、古き良き時代なのか古き悪き時代なのか、社会が全部そうだったの。それは研究者も同じって感じですよね。結構もうスポーツ界系というか、そういや本当ですよね。ダメですよね。いやダメな要素がやっぱ多いんですよ。今の方が全体的にはいいんですけど、そのまあ時間が経ったら笑いよねみたいなエピソードも今はなくなってるでしょうけど、当時はあるんですよ。ただあんま笑えないこともきっといっぱいあるので、今の方がいいとは思いますけどねそうですよね。でもものすごく飲んだ後にもうすぐ朝一の学会に出れるみたいな。そんなのもうそれはもう当たり前です。それはもうだから切らなくていいじゃないですか切らないといかん話がいっぱいあるんですよなるほど。本人じゃないので言っちゃってもいいんですけど、いいんです俺どっちかというと片付けしてる方の人だったので結構酒酔わない方だったので、結構飲む方なので、結構残ってるやつの一人になっちゃうんですよ。なるほどなるほど。そうするともう収集つかないじゃないですか。人が誰かがやんないといけないじゃないですか。別に僕は世話焼きでもないんですけど、そのやるやつになってる感じだったので、僕は全てをばらされても多分大丈夫な気がしないでもないですけど。なるほど。研究室飲み会みたいなのはないならないで大丈夫です。研究室飲み会では何もないですね僕は。なるほど。綺麗に飲まれるということです。そうですそうです。あとなんか明るくなる人なので、それはいいですね。怒る人とかは結構大変ですよね。怒る先生もいらっしゃるんですか。まあそんなにはいなかったですけど、まあいろいろありますよね。後で聞いておきます。そうですそうです。お酒はね禁止したら多分世の中一番平和になると思うんですけど、そしたら僕が生きれなくなるのでその前に寿命を終えることにします。それくらい好きなんです。まあ私も人のこと言えないですけど。はい。もう
も今ねたまたま日本にいらっしゃるので、私もたまたままだ日本にいて。そうですよね。おめでとうございます。そう先ほど言いましたが、本当最近知りました。その流れてきて、すごい大変おめでたいです。ありがとうございます。でもこのタイミングで収録ができているからいいんですけど、普段はアメリカにいらっしゃるということ で、でそこでの研究だったりとか、これからちょっとやってみたいなっていうことっていうのがあれば教えてもらえますか。そうですね。専門的なことを言うと、いわゆる量子重力とかいうので、量子力学と重力を一緒にする。でそれはすごく周辺の分野ではなくて、僕らの分野の中の一番大きな問題でやってる人も多くて、で僕もそれに興味があって、でもう少し細かくなっていくとちょっとテクニカルになっちゃうからあれですけど、あとこの流れで言うとすると、やっぱり前の動画でもちょっと言ったんですけど、理論物理って若い時に大きな仕事する人が多いんだけど、あいつ50代でキャリアで一番いい仕事をしたよねとか言われるようになればかっこいいですよね。そうですね。なかなか難しいのは分かってるんですけど、そこに向けて頑張りたいという感じですかね。その量子重力場で大丈夫ですか？量子重力場ですらないと思うんですよ。場ではない。重子と重力の一緒にしたら何者かすら分かんない。なるほど。その話ちょっと聞いてもいいですか？多分他のところでも言ってるとは思うんですけど、この動画ではかなり初めての単語なので、そうですね。量子力学っていうのがベースになって世の中が動いてるっていうのも確実なんですよ。で重力があるのも当然確実なんですよ。で重力を記述する理論っていうアインシュタインの一般相対性理論っていう、非常に綺麗な理論を使ってるんですけど、量子力学入ってないんですね。で量子力学の考え方が入ってないのがその一般相対性理論ってことですよね。だから量子力学的なことと重力が両方ともすごく重要になってくる場面を記述する理論ってないんですよ。今はどうやってやってるかっていうと、パッチワークみたいな感じで、それぞれの理論を使って噛み合わせてパズルを作ってるような状態で、それで大体の普通の場面は全然大丈夫なんです。その現実世界に起きてるようなことくらいだったらは大丈夫なんです。例えば量子力学と重力を合わせると、合わさった完全な理論がない、全く分かっていないみたいなよく聞く方もいらっしゃると思うんですけど、分かってないってことの意味は全く分かってないわけじゃなくて、完全に分かってないので、その例えばいわゆる重力波とか、それが重力波が重力子になって量子的にとか、そういうのが全く分かんないわけじゃなくて、結構なところ分かるんですよ。極限状態は分からないんですよ。例えば宇宙がどうやって時間とか空間が始まったのかとか、ブラックホールに落ちていったら最後の瞬間はどうなるのかとか、でそういうのって極限状態だから、そういうところまで知りたいと。でそうすると量子力学も重力も共に極めて重要に効いてるはずだということは分かっているので、両方が含んだ理論がないので、候補はあるんですけど、いわゆる超弦理論とか言われてる、でもそれも完全に定式化されてるわけじゃなくて、なんか適当な定式化なので、パターバティブですけど、できたらいいなっていう、これだったら説明がつくかもしれないっていううちの一つっていうことですよね。そうですね。でしかもそれも完成してるとは言い難いので、その全てが分かってるわけじゃないので、そういうことをやってるんですね、内容的には。野村さん自体がその提唱している一つのなんていうのか、超弦理論みたいなのはあるんですか？主な。でもそれは細かいところではありますけど、そう超弦理論とか、例えばよく言われるインフレーションとかマルチバースとか、ああいうのはもうやっぱり長年にわたっていろんな人がいろんな部分を貢献して、そのピースの一つにはなってればいいなとは思うんですけど、それ自体を超弦理論を作ったみたいな人、よく言われるのはジョン・シュワルツっていう人とか、マイケル・グリーンって人なんですけど、それでも弦理論っていうのはその前にも人がいますし、いろんな人がちょっとずつやっぱり作っていく感じなんですよ。それでいうとアインシュタインの一般相対性理論って本当例外的で、あれほぼ一人で、それでも完全に一人じゃないんですけど、例えば今使ってるアインシュタイン方程式を書く時のアクションとかっていうのがあるんですけど、それは多分アインシュタインよりちょっと前にヒルベルトとかいう数学者が書いてますし、だからアインシュタイン・ヒルベルト・アクションっていうんですけど、それですら完全に一人ではないんだけど、あれ例外的にほぼ一人で作ってるので、サイエンスってそういうことはもはやあんまりないんですよね。今はみんなでサロン的にじゃないですけど、作り上げていっていることの方が大きい。そのサロンはインターネットなんですけど、論文が毎日出てきて、おそらく論文チェックしてると思うんですよ。日本だと10時ですかね、朝の。で、そういうふうに毎日論文がものすごい数出て、それをフォローしながら、でみんなでどういう進展があったかディスカッションして、何が足せるかっていうのをやって、自分が足せそうなことがあればもちろん計算して論文書くし、そういう感じでものすごい
ちょっとずつ進むっていうのはあるので、それでも大きく進んだって言われる時はあるんですけど、そのいわゆるなんとか理論を提唱みたいな感じじゃないですよね。そのちっちゃいのをやっぱりみんなで盛り立てていってスターはできていくんですけど、なるほど。そのなんかみんながこう言っているそれぞれの理論っていうのは、まあそれぞれに理論がまあ成立するだろうと思ってこう頑張ってやってるわけじゃないですか。行き着く先に一つのものになったら気持ちがいいですよね。そうですね。そういう感じなんです。でしかもまあ一つのものの、例えば今超弦理論ってむちゃくちゃでかいので、でかい、やることいっぱいあるので、それをみんな調べてるって感じなので、別のことをやってるわけでもないんですよ。僕がこの理論を言って別の人は別の理論を言って、別の人が別の理論を言って感じじゃないです。どっちかっていうとぼやんとしてこっちっぽいなっていうのがあって、それをみんないろんな角度からこういうを調べてみましたとか、これだから逆にここを調べてくれたから、それを使って俺はその先に行けるとか、こっち側やらなくていいとか、やっていただいたからみたいな感覚のが近い。なるほど。なんか一個の山目指してて、ルートをいろんなところで、そうですでしかもルート途中までやって、ちょっと力尽きた人がいたら、そっから引き継いでいけるっていうとか、力尽きるんじゃなくて、その人はもうここはいけないなと思って別のルートを探索したけど、やっぱりもう少しこっち掘った方がいいんじゃねっつってやるとか、まあそういう印象ですよね。すごい協力プレーですね。そうです。サイエンスも完全にそういう感じになってます。それは昔と違いますよね。本当昔は貴族のパトロンのあれを受けた普通の人なんか、こう職業サイエンティストみたいなのができたのって20世紀からですからね、おそらく。食わなきゃいけないわけですから、みんな。そうですよ。税金集めてそれでっていうシステムができて、今みたいに。それまでは多分特権階級の人しかできないですからね。食うのに困らない人しかできないわけですよね、そんな大昔は。だからその時代はまたみんなが個々にやってたと思うんですけど、現代のサイエンスは多分他の分野でも多かれ少なかれ同じじゃないですかね。そういうことか。でも見つかるというか、あるその綺麗な理論というか、その量子の考え方が入った状態での一般相対性理論のようなものが出来上がると、本当にみんなの夢が叶ったっていう感じがしますね。そうですね。なんか超弦理論はそのレベルで入ってそうに見えるので、で実際入ってるんですけど、その全貌が見えない感じなんですよ。多分合ってるんですよ。多分合ってる。少なくともいい線いってる、いい方向にいってるんですけどとみんな思ってるんですけど、もちろん全然違いましたっていう驚きがある可能性はゼロじゃないですけど、まあおそらく間違ってないと思うんですけど、全貌が全然見えないんですよ。霧がかかってるみたいな。で霧をこう扇風機でぶっ飛ばしてやって、晴れたぜと思うとまた霧があるとか、今度は別の霧、せっかく晴れたと思ったら山じゃんみたいな、これ登んなきゃいけないのかよとか、なんかそういう感じで調べても出てくる感じなので、まだそんなすぐには失業しないんじゃないですかね。失業してそっちですか。完全に分かっちゃったら基本サイエンティストは失業ですよね。応用のあれはいくらでも残ると思いますけど、もう分かっちゃったで分かっちゃったらだって分かっちゃってますからね。多分大丈夫です。それ多分大丈夫です。失業の心配してるする必要ないです。する必要ないですよ。よかったです。もう生きていきますね。若い人も目指してください。まだやることいっぱいあります、本当に。もうみんなで協力してやっていきましょう。はい。ということで、食いっぱぐれないということが分かったので、皆さんも理論物理学者、実験系ももちろんそうですけど、実験も楽しいと思います。物理学者目指して頑張ってくださいっていうのもおかしい話だな。物理学者じゃなくてもサイエンス全体は楽しいですし、サイエンスじゃなくても、学者でもエンジニアでも楽しい。っていうか、皆さん頑張ってくれる。そうですよ。だって何やっても多分ね、何やっても大変なことあるし、何やっても楽しむこともあるし、同じなんじゃないですかね。はい、ということでパーソナルな部分に密着っていう形になりましたけど、結局そうではなくそうです。そうなんです。よかったです。安心しました、僕もこれで。聞いちゃいけないことが多そうだったので。いや実は大してないんですけどね。楽しく聞けたかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも皆さんもありがとうございました。皆さんもありがとうございました。それではこの辺りでおしまいにしましょう。こんな締め方する。さよなら。私が持っときましょうか。じゃあ。それはちょっと受け悪いですよね。なんかコメント欄とか炎上しそうですよね。それはないと思います。何者だあいつは。そう、自由に動かせるために。それはまずい。